彦将軍杉浦重峰。米軍はフィリピン攻略に先立ち、支援拠点として障害となる南西諸島から沖縄、台湾に航空攻撃、空襲を計画していた。10月9日、南西諸島を管轄する佐世保鎮守府は、米軍の動きから10日明け方の空襲の可能性を察知し、9日夜、沖縄諸島に対し、警戒するように発令した。10月10日早朝、陸軍第32軍は、敵艦の目撃情報をデマ扱い、レーダーの探知情報を故障と決めつけ、午前6時20分、油断して防衛態勢をとっていない沖縄諸島各地は空襲を受ける。米軍はこの作戦で非軍事目標である市街地、民間人への攻撃を躊躇しなかった。日本政府は中立国スペインを通じ、アメリカに正式に抗議。日本の捕虜になっている米兵に不利になると判断。被害実態が明らかでないと黙殺した。米艦隊は沖縄本島への空襲を10日のみで終え、11日、洋上補給を行った後、翌12日に予定する台湾攻撃に向け移動を開始した。1944年10月12日午前7時19分、敵機来襲の知らせを受け、迎撃に飛び立ったゼロ戦隊が見たものは、数倍にもなる敵戦闘機の編隊だった。アメリカ第三艦隊は台湾攻撃に1378機もの航空機を投入。制空権奪取のため、飛行場を第一目標としていた。飛び立ったゼロ戦隊はすぐに激しい空中戦になり、圧倒的不利な状況で乱戦になった。敵の多さに両機との連携は取れず、
単独で複数機を相手に戦った。台湾の上空から1機、また1機とゼロ戦が消えていった。この航空戦は規模が大きかったこともあり、多くの台湾住民が目撃していた。台南の上空で米軍戦闘機 F6F を相手に奮戦する一機のゼロ戦に住民の視線が集まっていった。ゼロ戦の飛行兵は F6F の後ろを取り、周囲の敵機に注意を払いながら目の前の敵を照準に収めようと機体を操っていた。車線に敵機が入ったその瞬間、後方斜め上空から交差するように飛来した敵機の射撃を尾翼部に受けた。交差した敵は通り過ぎ、追いかけていた敵は旋回していった。被弾・出火した尾翼は機能せず、墜落は避けられない。飛行兵は脱出を判断。空戦中、敵機を追い続けた視線を前方に向けた。飛行兵の目の前には集落が、民家が広がっていた。このままでは突っ込む。飛行兵の判断は早かった。集落の右前方、無人地帯、池までゼロを飛ばす。降下続ける機体の高度を少しでも稼ぐため、操縦桿を握り続け、炎上する機体が集落の端に来るまで我慢し、パラシュートを開いた。上空に火を吹きながら集落を避けるゼロ戦に気がついた米軍機がいた。米軍機はゼロ戦の意図を察すると背後に回り、パイロットの脱出を待った。パラシュートのキャノピーがいっぱいに空気をつかみ、静止しているかのようにゆっくりと降下する。米軍機はそのパイロットに照準を合わせ、機銃スイッチに力を加えた。機体は養殖池のそば、畑の中に落ちた。その傍らに機銃で損傷した若き飛行兵の遺体があった。身元がわかるものは軍歌に書かれた杉浦だけだった。後に若き飛行兵が杉浦重峰兵曹長だと判明した。日本は台湾の領有権を放棄。中華民国の国民党政府が新しい統治者となった。杉浦少尉が最後の数秒間、視界に捉えていたのは海微寮集落であった。その海微寮で奇妙な夢を見たという人が現れた。白い帽子と白い服を着た若い兵士が枕元に立っていたという。一人が夢の内容を語ると、同じ夢を見たという人が何人も現れた。杉浦少尉が目指した池、養殖池周辺でも
池の傍らに海軍の夏服らしきものを着た青年の立っている姿がたびたび目撃された。人々はこの土地の神に伺いを立てた。神のお告げによれば、その人物はこの地で命を落とした兵士であるという。カイビ領では集落への墜落を避けるため、住民を巻き込まないために自分たちの頭上を通り過ぎ、命を落とした若い飛行兵の話を静かに語り継いでいた。お告げを聞いた誰もが杉浦少尉だと分かった。1971年、人々は4坪ほどの小さな祠を建てた。その後、この地域には平穏な日々が続いた。これを杉浦少尉の遺徳と考えた人々は、近隣の小学校で彦将軍杉浦少尉の話を受け伝えている。